ナレーションのにわかです。バックブレーダーと言ったらパワーブスターですよね。2年前にパワーブスターを搭載しましたが問題点がありました。始動が音検知だったので指パッチンでした。マイクをマシンにつけたので検知感度が悪かったです。パワーブスターが片側でした。撮影がダメでした。なので作り直します。作り直すのにあたって目標を決めます。パワーブスターが片側のみだったので両側にします。パワーブスターの起動方法はもちろん、音声認識ですよね。さらにマイクがマシン側についていたので、操縦者側のマイクから無線で信号を送信できるようにします。今回の動画では音声認識と無線送信を行います。ブスターは完成間際で難航中なので別で動画を出します。まず無線化については、マイコンに M5 スタンプ機構を使っているのでマシン側は無線の送受信が可能です。以前はスマートフォンを送信機にしましたね。これはブリンクというアプリで制御していました。今回はこれと同じ飛行を取れません。理由は音声認識を使うからです。ブリンクのみでは音声認識を扱えません。ということで新たなシステムを構築します。概要はこの図のようになっています。パワーブスターオンとマイクに発生します。PC がその音声を音声認識クラウドにアップロードします。音声認識クラウドが音声をテキスト化してそれを PC に送ります。PC が受け取ったテキストがパワーブスターオンであれば、Bluetooth でマイコンに音信号を送ります。音信号を受け取ったマイコンが電熱板のヒーターをオンにします。電熱板がブスターを始動させます。ここの PC には Linux 搭載の超小型 PC であるラズベリーパイゼロを使います。いつもは性能重視で 3B ですが今回はシステムの小型化重視で0にしました。マイクはレッツゴーの WGP 編リスペクトでヘッドセットを採用します。突然ですが、この片耳ヘッドセットって中に心をざわつかせますよね。首元のチョーカーから配線が垂れていると中に心がアクセラレーションされますよね。つまりこの2つの組み合わせは最高ということです。この構想のもとチョーカー型モバイル PC を作ります。ラズパイケースを作ります。ラズパイに合わせてネジ穴とインターフェース穴をつけます。蓋を作ります。スイッチ用の穴を開けておきます。チョーカー取り付け具とスペーサーを作ります。これでラズパイケースのモデリングは終わりです。印刷しました。チョーカーを黒にするのでケースも黒で塗装しました。他にもネジ穴の調整とインターフェースの拡張を行っています。組み立てにはチョーカーも必要なので次に進みます。チョーカーを作ります。システムの取り付け上、チョーカーは布系だと都合が良いので100均の万能ベルトから作ります。首に合うようにベルトを切ります。ほつれがひどいです。ライターで炙ってほつれを防止します。このくらいでいいでしょうか。先端を触ってもほつれなくなりました。これでチョーカーは完成です。次にラズパイを操作する回路を作ります。今回は基板にしないので回路図のみ書きます。内容としてはスイッチと LED です。スイッチは音声認識の開始に使います。LED は音声認識用の音声録音中を知らせます。これで回路図ができました。ハンダ付けタイムに移ります。LED に抵抗をつけます。導線をつけます。ピンソケットに導線をつけます。これで LED と接続されました。スイッチ用のピンソケットに導線をつけます。スイッチに抵抗をつけます。ピンソケットに信号用の導線をつけます。スイッチにピンソケットの導線をつけます。これで操作系が完成です。ラズパイケースを組み立てましょう。LED をケースに固定します。固定にはグルーガンを使います。蓋にスイッチを固定します。スイッチが取れる方向とスイッチを押す方向が同じなので、しっかりと固定します。ラズパイケースのチョーカー固定具にナットを入れます。ナットが少し出ているので、ハンダボテでナットを押し込みます。ケースと蓋をネジで固定しますが、ラズベリーパイが縦方向に自由なのでスペーサーで固定します。白のスペーサーから即席感が漂います。ネジで仮固定します。ラズパイケースにチョーカーを取り付けます。その後固定具を取り付けます。ネジで固定します。これでチョーカーとラズパイケースが一体になりました。次にバッテリーも搭載します。バッテリーホルダーを作ります。
バッテリーは円筒なのでそれに合わせて、いい感じにやれば OK です。モバイルバッテリーホルダーをチョーカーに取り付けます。使用するモバイルバッテリーはアンカーのパワーコア5000です。形が円筒なので採用しました。モバイルバッテリーをホルダーに取り付けます。ネジ止めします。バッテリーの取り付け完了です。これでチョーカー型モバイル PC が完成しました。うずきますね。ラズパイゼロは初めて使うので OS を入れます。早くラズパイ02が欲しいです。ラズパイのセットアップを一通り終わらせたので、画面をリモートで表示しています。こちらがラズパイの画面です。ラズパイとマシンの Bluetooth 接続をテストします。青色領域の数字をラズパイに送信しています。そのため赤色領域に同じ数字が流れたら成功です。信号の受信スタートです。マシンが送信した信号をラズパイが受け取っています。実験成功です。次はラズパイが信号を送信してマシンがそれを受信します。ボタンを押すとマシンに信号を送ります。受信するとマシンのライトが光ります。実験スタートです。マシンのライトが光ったのでこちらも成功です。音声認識もテストします。庭からのツイートを遡ります。音声認識が最も重要だったので一番最初に実験していました。ありました。パワーブースターオン。ハマーブースター B。音声認識も正常に動いています。最後に複合テストです。スタート。せっかくなので取り付けてみましょう。取り付けました。中二病感が漂っています。ここから現状です。パワーブスターを含めた最終テストです。スタート。パワーブースターオン。つまり電流が足りなかったということです。電流不足対策に電熱板用のバッテリーを追加していますが、今度はモーターとマイコンに電流を供給しているバッテリーの電流が足りなくなりました。トランジスタも弱かったため電熱板に十分な電流を流せていない問題もありました。現在回路を修正しています。うまくいったらパワーブスター編を投稿します。それではまた、のし。